どうも皆さんこんにちは、マルクです。今回はね、ずっとリクエストにも来ていたし、僕自身も行きたかった天下一品ラーメン。この天下一品ラーメンはこってりラーメンで有名なんですけど、今回は大食いチャレンジやっていきたいと思います。まずはオリジナルのラーメン、そしてその後にこってりマックスラーメンも食べきれるか挑戦していきたいと思います。よかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしく。前回ね、大阪でも商店街歩いたんですけど、その時の動画見てなかったらぜひ見てください。今回天下一品の中でもこってりのレベルがあっさりからマックスまであるらしいんですけど、今回試したいのは屋台時代のオリジナルのラーメンを1つ、そしてこってりマックス、こってりマックスを実際に食べてみてどうなのか、まず食べきれるのか。ラーメン2つ着きました。天下一品、ここね。一番最初に頼んだ屋台の味ラーメンはなんでこれにしたかっていうと、実はこれ歴史がここにあるんです。天下一品は屋台で始まって、でその屋台の味を再現しようとしたのがこのメニュー。実は昭和48年に当時、今の創業者の方が、屋台を始めたらしいんですよ。ラーメン屋を屋台で始めた。でその屋台の味がこちらですけど、これは天下一品のこってりラーメンのイメージとは少しだけ違って、こってりとあっさりのいいとこ取りをしているっていうのがこの屋台の味みたいです。天下一品ファンの中ではこのメニューをこっさりと呼んでるらしい。それもさっき言った通りこってりとあっさりの中間だかららしいんですけど、さらに言えばこのこってりとあっさりの中間、こっさりはこってりほど麺とスープが絡まないっていう別の味わい方があるみたいです。そしてもともとは裏メニューでしか出してなかったらしいんですけど、これが人気で公式メニューに今ラインアップしています。で今ね、実際にスープを飲んでみたんですけど、調べたところこのスープはこってりにほぼ近いと、ほぼ同じらしいので、その初めて行く人にもおすすめって書いてたので試したところ本当にちゃんとね、なんかしっかりとこってりとした味はあります。でもその質感は結構サラサラしてていい感じの、なんか誰でも楽しめそうなスープでした。ここでね、インスタ用に写真も撮ってます。インスタのフォローよろしく。ではね、早速食べていきたいんですけど、これね、初めて食べる天下一品、一発目はこの屋台の味。たくさんね、チャーシューも乗ってて、この卵もしっかり半熟で、麺はね、この麺自体に味とか風味がつくようにも作られてるらしいので、しっかりと混ぜて麺をいただきたいと思います。見てください、この麺の感じいいですよね。なんかラーメンって一気にすするのがうまいんです。そうなんですなんか一気にすすれるようにね、ちょっと調整してたんですけど、これうまいんですよ。なんかね、こってりっていう名前だとなんか重たいのかなってイメージだけど、この屋台の味を選べばスープは別にこってりしてないけどこってりの味があって、そこまでね、確かに本来のこってりほど絡まない、さっきの説明のように麺に絡まないけど、それでもねしっかり味があって美味しかったです。で麺の茹で具合も完璧ですし、僕は今まで食べたことあるラーメンが一蘭とか一風堂とかすごい有名なやつしか食べたことないけど、この天下一品今までにない味でした。なんかね、他のラーメンとは全然違う味と麺の感じでもね、結構細い方の麺だったので、それはすごい好きです。僕はね、細麺が結構好きなんですけど、皆さんはラーメンの場合どういう麺が好きですか？あと茹で具合もどれが好きですか？教えてください。今回は
大食いチャレンジなので、もうガンガン食べていきます。うまそううまそうに食べております。本当にこれなんかしっかりとねこれからもいろんなラーメンを試していきたいんですけど、やっぱり天下一品は試しとかなきゃって思ってたので、これは記念すべき日です。でやっぱりこの後こってりマックスっていう、もうこってりレベルの最上級を試すわけなので、この一杯をね結構サクッと食べてしまおうっていう考えでバンバン今食べ進めております。このラーメンのだしスープというのかなは鶏ガラをメインに、そして十数種類の野菜でこってりとしてるけどしつこくない味わい深いスープを作ってるみたいですね。でもうね50周年らしいですよ、この天下一品のこってりラーメン。この50周年に僕食べれて本当に感動しております。天下一品について気になってね調べたら、この創業者の木村勉さんっていうのは実はもう30前半の時にもともと働いていた会社が倒産して、そこから自分でラーメン屋の屋台をやろうって決めてね開いたらしいんですけど、すごくないですか？でそこから3年9ヶ月ほどかけて今のこの天下一品ラーメンを作り上げたらしいです。さあ皆さん1杯目完食。今からこってりマックス。正直に言っていいですか？これ見た瞬間にびっくりしました。見てください。ちょっとね画面越しには分かんないんだけど、めっちゃドロッとしてるんですよ。なんかもうこってりを追い求めすぎてドロドロのラーメンのスープになってて、本当にこれびっくりしました。これサムネ用の変顔もしてるんですけど、本当にびっくりしました。マジでやばいです。これ今まで見たことのないドロドロ感で、これ天下一品の代名詞ともいえるこってりがさらにこってりになった新商品が、これがこってりマックスらしい。で一部店舗で人気だった絶品マックスが名称を新たに全国デビューしたらしい。だからどっかの店舗でもすでにあったらしいんですね。で人気だったからこの絶品マックスっていうのをこってりマックスっていう名前にして全国展開しているので、今回はこれをねもう食べきれるかやってみたいと思います。食べていきたいと思います。さあ皆さんもね、もしね試す勇気がなかったらこの動画を見て一緒に体感しましょう。天下一品のこってりマックス。これドロドロ感もうレベチです。レベルが違います。見てくださいこれ。そしてもう麺がスープに絡まないっていう次元ではないです。絡みまくります。本当にこれ今までで食べたラーメンで一番スープがドロドロしてて、もう麺にもうスープが絡むどころかもうひっつき回ってる。もう完全に麺に絡みまくってるのがこのこってりマックスの特徴で、味はめっちゃ濃いです。本当に濃くて濃厚で、これはねヘビーなラーメンなので、もしねヘビーすぎるとか油分が多すぎるものとかなんかそういうの苦手な人はちょっと気をつけた方がいい気がしました。でもね実際味は味濃いのが好きな人はね絶対楽しめると思います。美味しいです。味がここで濃いめのものでもね好きな人は全然余裕で食べれると思うけど、後の胃もたれとかが心配な人はね気をつけてください。見てくださいこれ。ほら麺にねスープがもうくっついてるじゃないですか。絡まってるというか、もう一緒にスープを食べている感じ。これね、でもねなんか僕その日なんで2個試そうと思ったかっていうと、意外とお腹空いてたんですけど、この1杯目の後の2杯目のこってりマックス、もう途中で結構ね限界が近づいてました。本当になんかこのこってりマックスを舐めていたというか油断してました。こんなにものすごい爆弾的なね濃さのラーメンだとは思わなかったので、もうこれ見てくださいよ。麺がもう麺とスープが同化してるよ本当に。すごいよ。でもね結構量は多くなくて、その麺とかの量も別に
たくさんあるわけじゃなくて、意外と食べきれそうですよ。食べきれそうですよこれ。まあもうあとちょっとで、食べきっちゃうんですけど、はい。まあ実際は食べきることができました。皆さん本当に今回の大食いチャレンジは最後のボスがやばかったですけど、美味しかったです。皆さん無事にこってりマックスも食べ終わることができました。今日はね、こんな綺麗な京都の景色で終わりたいと思います。3、2、1、アディオス。